こんにちは、クリプトです。週末ですけども、仮想通貨市場のかそってる感がすごいですよね。株が盛り上がってるから、そことの比較もあるんですけど、人いない感がすごいですね。ただ各国の仮想通貨関連の推進は進んでますんで、本日も細かいところを取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダチャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在103,200ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、米各指標がありました。米フィラデルフィア連銀景況指数は予想以下でドル安要因となっています。で、要人発言も全体的に円高要因のものが多いんですけども、ドル円は146円台と続伸してまして、イラン、イスラエルの状況が収まってない、このリスクオフの相場でも円が弱い状況が続いているのかなと思いますね。ビットコインも一時10万2000ドル台まで下落してます。で、米株各指数は現状維持なんですけども、ファンダの出てるものに関してはですね、しっかり反応してまして、まずセムラサイエンティフィックがビットコイン財務戦略の目標を発表しています。2025年末までに1万 BTC、2027年末までに10.5 万 BTC 取得となっています。現在は 4449BTC 保有なんで、今年中に倍以上の取得を計画しているということになりますね。株価もプラス 13.15% と反応しています。あとは合併する中本とカインドレ MD がパイプで新たに5150万ドル調達、ビットコイン財務戦略の資金 7.1 億ドルを 7.63 億ドルに引き上げとなっています。カインドレ MD の株価はプラス 2.01% となってますね。あとはサークルですね。シーポト証券がサークルは将来的には時価総額が現在の10倍に達する可能性があると。目標株価を235ドルに設定しています。サークルは先日200ドル突破してましたけども、この相場でもまた続伸してまして、240ドルつけてます。時間外でもさらに伸びてまして、247ドルとなってますね。以前ですね、300ドル台がターゲットになるんじゃないかという話しましたけども、目の前まで来てますね。あとはコインベースが EU の MICA ライセンスを取得してます。EU の30カ国でサービス提供が可能となってますね。株価もプラス 4.43% と、比較的強くなってます。あとは韓国のバイオ企業ブリッジバイオセラピューティクスが投資企業のパラタキシスから 1.83 億ドル調達、ビットコイン財務戦略と米国への上場計画を発表しています。また社名もですね、パラタキシスコリアに変更することも発表してますね。株価もプラス 20.5% と反応しています。昨日の ETF は現時点ではゼロとなっています。今週もプラスで終えれそうですね。香港はマイナス 96.26BTC と流出傾向となっています。ビットコインの先物の方では大は全体でプラス 0.53%、696億ドル相当。オーダーブックの状況としては、下は97,800、上は10万9000あたりから目指す状況となっています。今後の指標としては、6月23日に米 PMI、米中古住宅販売件数、6月24日に米経常収支、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、パウエル議長の発言、6月25日に米新築住宅販売件数などが控えています。今週はですね、当初は下の10万4000と10万8000のレンジを行き来することを想定してですね、FOMC 後はまた浮上して10万8000に向かうんじゃないかと予想してたんですけども、昨日のロンドン市場でですね、道半ばで折れてしまって、この10万4000も終わって今下に向かっているという状況ですね。次のサポートは5月と6月につけてる10万ドルの攻防になりそうではあります。イランとイスラエルの動向もですね、だいぶ体制がついてきてる感があるんで、来週10万ドルで耐えてまた反発するという展開が、今のところは優勢なのかなと思うんですけど、ただまた核がどうとか、そういう話が出て、情勢が悪化して10万ドル割ってくるとなると、今度ね、そのビットコイン財務戦略を採用している企業のデフォルト懸念がまた膨らむんで、一気に掘ってですね、その9万ドルの攻防とか、そういう展開もありそうではありますね。指標としては来週の23日、22時45分から米指標が並んでます。それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサーの価格は現在2390ドル、BTC 建ては 0.0232。先物の方では大合は全体で
プラス 0.78%、351億ドル相当。ETF は米国がプラス660万ドル相当、香港はプラス 98.37 イーサとなっています。BTC 建てもですね、0.024 のサポート終わってから大きく下落しています。結局このレンジのターニングポイントではですね、下に向かった結果となってますけど、ただ5月末で何度か耐えてるところでもありますんで、イーサ方面のファンだからですね、再度盛り返しに期待したいですね。あとその他の動向では、アリゾナ州で押収した暗号資産を準備金にする HB2324 が上院通過となっています。5月に下院で否決されて差し戻されたんですけども、今回内容が若干修正されて上院通過と、次回また下院で審議となっています。あとはワイオミング州のドルステーブル、WYST が8月20日にローンチ予定となってますね。チェーンはイーサやアバランチなどですね、11のチェーンの中から現在選択中とされています。あとは韓国の金融委員会 FSC が暗号通貨 ETF とウォンダテステーブルの承認に向けたロードマップを大統領政策企画委員会に提出しています。昨日ですね、韓国の中央銀行の総裁医師がウォンダテステーブルに関してですね、懸念を表明したことも取り上げましたけども、推進する側は順調に進んでますね。あとは暗号通貨関連の誘拐強盗事件が未だに横行しているのも話題になってますね。フランスでは今年10件目の誘拐事件が発生してまして、ハードウェアウォレットと現金5000ユーロが盗まれたとされています。海外もそうですけども、注意しないといけないですね。あとは昨日ですね、Apple や Google などの大手から160億件のパスワードが漏洩したというのも話題になってましたけども、それに絡めてですね、テザーがクラウドに依存しないユーザーデバイスにのみ保存できるローカルパスワードマネージャーピアパスを近日リリースすると発表しています。個人的にはですね、このパスワード系の漏洩って、防ぐの無理だと思ってるんで、2段階認証するなりですね、対応するしかないのかなと思ってますね。あとアルト関連ではブルームバーグのアナリストらが今年中に ETF が承認される可能性を 90% 以上に設定しています。ライトコイン、ソラナ、XRP が 95%、ドージ、エイダ、ドット、ヘデラ、アバランチが 90%、スイが 60% となっています。あとは Jupiter が DAO のガバナンス投票の一時停止を発表しています。要因としては以前からですね、この Jupiter トークンの保有率が問題視されてまして、Jupiter トークンの 20% を運営が保有してて、DAO 投票を行ってもですね、運営の票の影響が大きいことから、コミュニティから批判が出てました。で、それに対して Jupiter 側はですね、2026年初頭までガバナンス投票を停止して、Jupiverse 内の新製品の構築に重点を置くとしています。最近ですね、エイプコインの DAO の解散も取り上げましたけども、DAO 関係の廃止が目立ってますね。で、アルトは軒並み下がってるんですけど、関連で若干強く残ってるのは XRP ですね。カナダ方面の ETF 上場を取り上げましたけども、まだ2ドル台キープしてます。ただ4時間足のサポートをですね、割りつつありますね。次は節目の2ドルの攻防視野に入ってますけども、ここで耐えられるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。連休何もないことを祈りましょう。次回は何もなければ来週火曜更新となります。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。